こんにちは。ゴルフをしようのあらちゃんです。今回のテーマはグリーン周りのアプローチの基本ともいえる転がして寄せるアプローチ、チップショット、転がしです。ゴルフショットの中でもフルショットのような大きくパワーを解放する動きよりもアプローチショットのような小さな動きのショットは慣れないと難しく、また練習量を取りづらい方も多いと思います。コースでもシンプルに使える方法を取り上げます。裏技的な方法も含めますので、コースでのプレーを楽しみながらやりやすい方法で成功体験をしながら日々の練習の中で綺麗な形を整えていくぐらいのつもりでお試しください。今回は8番アイアン、ピッチングウェッジ、3番ユーティリティ、ウェッジの58度の順にご覧いただきます。まず8番アイアンの素振りを見ていただきます。クラブを握った両手首はロックして手首が動かないようにしてパターで行うストロークのように両腕も動かない程度にロックして下半身も動かさないように肩や胸をイメージしての小さな回転運動でストロークをイメージしていただきます。実際にパターのストロークのイメージで転がすのを何球か繰り返し見ていただきます。ラフのような芝の長いマットはグリーンからこぼれた1メートルほどのラフのつもりでイメージしてください。1メートル程度のラフならば芝目や芝の長さにもよりますが、それほど影響のないことがお分かりになると思います。次にアドレスして自分の目線からどう見えているかをご覧ください。今回のテーマのチップショットでゴロで転がすショットならば、両足をほぼ揃えたスタンスで両手で握ったグリップを左足の前程度の位置でハンドファーストの位置で手首をロックすると、自分の目線で見たクラブのシャフトは斜めに見えるように構えて、この動画だと少々極端に見ていただきますので、ボールも右足のかかとぐらいの位置に見えると思います。今回はコースでのラウンドを楽しみながら裏技的な方法で成功させるチップショット、ゴロで転がす打ち方なので、綺麗な型としてのスイングは徐々に作るつもりで、ピンにゴロで転がすことを目的を第一としてご覧ください。ここでもう一度前から見たクラブの円軌道を見ていただきます。小さな振り幅なので分かりづらいですが、スイングアークの円軌道を大きくイメージし直すと、クラブフェースが最下点を通る前にボールに当たって、それからスイングアークの最下点にクラブフェースが振られることをご確認ください。このチップショットはゴロで転がしてピンに寄せることが目的なので、極端に見ていただくとボールをクラブフェースと地面の間に挟み込むようなイメージでクラブフェースをボールにぶつけています。ダフったりしてしまうことが多い方は特にそのぐらいのイメージでダフらずに転がすことができるので、遊びながら試してください。実際に転がすショットを何球かご覧ください。パターのような小さなストローク、振り幅で転がしてピンに寄せることができます。コースでもありがちなシチュエーションのラフからのショットを想定したチップショット、転がしを見ていただきます。わざと芝目を立ててクラブから引っかかりやすい状況を作ってクラブフェースが引っかからないように打つには裏技ですが、ヒールを浮かせてトゥー側のカットされている部分を滑らせるフェースアングルを作ります。少しヒールアップさせるとグリップの位置が高い位置になりますが、グリップを短く握りボールに近づくことでご自分の違和感のない高さで握れれば理想です。芝を立てた状態でもヒールアップしてトゥー側のフェースを滑らせることと、先ほどのスイングアーク、円の弧の最下点の手前でボールをヒットすることによってダフらずに確実に転がすことができます。
さらにもう一つ、閉じたクラブフェースの2寄りの打点とボールのドロー回転のかかる打点にヒットすることによって順回転がかかり転がりが良くなるので、グリーン面に到達するまでのラフの芝の上を転がしても転がりやすくなります。次にピッチングウェッジで見ていただきます。まずパターのようなストロークの素振りです。何球か実際に転がしてみます。ピッチングウェッジのロフト角になると完全に転がすつもりでも球は自然と上がるのがお分かりになると思います。次に自分の目線で見た感覚です。そしてどのぐらい転がるかを見ていただきます。この小さな振り幅の中でクラブフェースが手の力加減ではなく、ある程度のスピードで振り抜かれればより安定して打ちやすくなります。クラブフェース2側の打点とボールのフック回転のかかる打点をヒットすると順回転がかかり転がりやすくなります。ピッチングウェッジでのラフを想定しての芝を立てた状況でご覧ください。次にウェッジの58度を見ていただきます。前方から見た素振りです。次に何球か実際に打ってみます。このウェッジ58度ではヒールアップして2側のカットされているソール部分の芝の接地点を少なくして滑らせています。転がすつもりでも58度のロフト角では簡単にボールは上がり、逆にゴロで転がす方が難しいです。何を言いたいかというと、1つ目にクラブを握った両手首をロックしてハンドファースト、2つ目にスイングアーク、円のこの最下点の手前でボールにクラブフェースを上からぶつける、3番目にクラブフェースをヒールアップして閉じてロフトの立った状態でヒットインパクトする。このくらい転がす3つの条件を重ねても56度や58度のウェッジなどではある程度のスピードでクラブフェースがボールにヒットインパクトさえすればボールは上がりやすいので、無意識に上げようとしてしまう気持ちをいかに抑えるかが大切ということです。次に58度のウェッジでラフ設定でのクラブフェースを見ていただきます。特にウェッジと名の付くクラブ、例えばピッチングウェッジ、アプローチウェッジ、サンドウェッジなどのクラブでのアプローチはセオリーとしてクラブフェースのソール部分、バンスと言われる部分をいかにうまく芝に滑らせて使うかが大切とされています。通常リーディングエッジを立ててしまうとボールに当たる前に芝にクラブフェースが食われてしまいダフってしまうためです。このチップショット、転がすことを目的としたショットではウェッジと名の付くクラブでもヒールアップをして2側のフェースを滑らせスイングアークの最下点の手前でヒットインパクトしてできる限り直接ボールをヒットインパクトして転がすので、58度のウェッジでもこのラフのマットでの映像のように打つことができれば楽な気持ちで扱うことも可能です。今回はチップショット、ゴロで転がすことがテーマなので、球を上げて止めるショットは別の動画で取り上げますので、次に世界のトッププロでも時折見せるユーティリティを使った転がしを見ていただきます。3番ユーティリティを使った素振りからこれまでの順に見ていただきます。最近のセルフプレイではカートにバッグを積んでリモコンや同伴者の運転で移動するプレイが多いので、グリーン周りでユーティリティを持ってプレイすること自体が稀で、グリーンの近くまで来てカートにユーティリティを取りに行くのが面倒なのであまり見かけないと思いますが、世界のトッププロでも全英オープンなどの芝の薄い難しいライからはユーティリティや5番ウッド、3番ウッドを使った転がしを目にすることもあります。転がす目的ならばパターの次に使いやすいクラブでもあります。
フェース面の弾く力が強いので、どのぐらい弾いて転がるかを確認して自分なりの振り幅を練習しておけばかなり有効な手段です。アプローチ練習場のあるコースでプレーする日に早めに到着して練習するのもいいでしょうし、トップアマチュアの方でもラウンド後に練習されている方もいらっしゃいます。ピッチエンドラインやピッチショット、ロブショットといった球を上げて寄せるアプローチショットも別の機会に取り上げたいと思います。今回はグリーン周りでのアプローチの基本、チップショット、転がして寄せるアプローチをご覧いただきました。気に入っていただけた方はチャンネル登録、グッドボタンいただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。